こんにちは、山下エギングマイスターの川上です。春といえばエギングで最も大型のアオリイカが釣れるシーズンでも、昨今環境の変化やその海の状況の変化によって今までのような春の藻場のパターンというのが通用しなくなっています。今まで藻場で釣れて釣れなくなってしまった、また藻場が見つからない、どういった場所にアオリイカが釣るのか、今年いっぱいアオリイカが釣りたい、大型が釣りたい、そういった春エギングの悩みを解消すべく、今現在変化しつつある春のエギング、どういった場所を狙ってどういったタイプのイカを狙っていけばいいのかお伝えします。よろしくお願いします。この春エギングイコール藻場を狙うそのエギングがセオリーだと思うんですけど、もちろん現在春でもしっかり藻の生えるエリアはあります。日本海エリアであったり、現在では東北から北海道にかけても大型なアオリイカ、いわゆる春から夏にかけての大型なアオリイカが狙えるんですが、太平洋沿岸になってくると今までと違って少し藻が少なくなってくる。なのでその藻場攻略、藻を探すといった今までのそのパターンというのが通用しなくなっているのが現在のエギングです。では藻がなくなってしまったらアオリイカ自体がいなくなっているのかというと、実はそうではありません。きちんとアオリイカもその大型になってその生涯を終えるタイミングなんですが、産卵を控えていれば餌もしっかり取ります。生命を維持するために産卵活動をするための捕食、きちんと餌を追って捕食をするんですね。なのでその食いが立つ、いわゆるそのやる気が出るタイミングを狙って彼らが餌を取る、普段生活していて彼らが足を止めるような場所を狙っていく、これが重要になってきます。ではこの変化する春のエギング、環境が変化する中での狙い方なんですけど、どういった場所を狙った方がいいのか。一つは秋エギングにも通じるような潮目、潮流変化、また地形変化のある場所です。例えば岬の先端であったり、よく潮目ができる潮通しのいい湾の両端、そして潮目がスッと入るような大きい湾ですね。そういった場所に、秋もつくような場所にも水深次第ですが春の大型のアオリイカもきちんと回遊して一旦足を止めてくれます。そして2つ目に、普段あまり狙わないような場所もその重要なポイントになってきます。例えば河口が絡むエリア、この河口が絡むエリアというのは川からのその栄養豊富な水が海に入るので、割とプランクトンが発生しやすい。そしてそれを追ってベイトも入ってくる。そして小魚を追った大型の魚や大型のアオリイカも接岸しやすい。ただその河口エリアっていうのはもう大きく太い川のその目の前っていうわけではなくて、割と海に注いで広く潮が入ってくるようなエリアですね。小場所で大型の河川だと少し厳しいんですが、割と塩分濃度が変わらないような外からのフレッシュな潮が入ってくる小規模河川の河口だと、割とアオリイカもコンスタントに寄ってきます。そしてタイミングとしては、塩分量が多ければ、割と海水が入ってくるようなエリアであればそれほど干潮満潮と左右されないんですけれども、大きく淡水が流れ込むようなエリアであれば上げ潮が塩分濃度がもっともっと強くなるようなタイミングの方がベイトも入ってきて、よりチャンスが濃くなります。そして普段狙わないサーフエギングが盛んなエリアではもちろん狙うと思うんですが、砂地に点在するようなストラクチャー周りですね。例えば高いところから見ていて砂地に黒く見えるような藻場の塊、または岩、そういうものが点在するエリアであればアオリイカ回遊してきた時に一旦足を止めてくれます。なので今まで春エギングでイコール藻場、藻がないと釣れない、いなくなってしまったではなくて、彼らが足を止めるであろう場所、潮が動く場所、地形変化、そしてストラクチャー、そういったものを狙うことによって今現在の春のエギングというのは釣果が大きく変わります。そしてこの春のエギングでどういったタイプのイカを狙っていくのかを把握するのも重要なポイントです。例えば春イコールもう産卵を控えた個体なのか、間もなく産卵に入る個体、全般的にそうなんですが、その中でもストラクチャーやその藻場があればそういったものについてしばらく定位しているもの、いわゆるイツキと言われる個体を狙っていくのか、回遊してくるフレッシュなやる気のある個体を狙っていくのか、これを把握することが重要です。いわゆる餌を追って回遊してくる個体とストラクチャー周り、障害物周りを
打っていくいつきの個体を狙っていく、これに関わるのは実はエギの殻の選び方やアクションにも通じてきます。なので今まで狙ってなかったような秋にも狙っていくような場所を狙っていくときに重要なのは、その狙っていくイカがどういうイカであるかということ。例えば潮目を狙っていくのであれば回遊性の強い個体、そして沖の水深や見えている大型のストラクチャー、岩や海藻体を狙うのであればしばらく定位している個体を狙っていくのでいつきの個体、そういったイカの状態に合わせた色選びやアクションというのも重要になってきます。そしてこの春エギングで夜、マズメや夜を狙っていくのかと、また日中狙うのかでその狙い方戦略は大きく変わります。マズメから夜、いわゆる朝焼け夕暮れ時の朝夕マズメ、そして夜になれば沖から入ってくるイカの回遊量や回遊頻度も高まるので、いわゆる回遊狙い、そのどういったものが沈んでいるかって目を使わずにこのアオリイカが回遊しやすいポイント、潮通しのいいポイントでの回遊待ち、そういう戦略になります。そして5月ゴールデンウィークぐらいを過ぎれば全国的に日中でも春の大型のアオリイカが狙っていけます。なので日中やるときはその潮通しのいい場所はもちろん、潮が動かないときはストラクチャー周り、障害物であったり水深の地形変化、また潮目を自分から追っかけていってイカに出会いに行く、足を使った釣りになっていきます。秋に比べればずっと難しいんですが大型が狙えるチャンスがある春のエギング。春イコールモバっていうセオリーが通用しなくなってきて、今まで釣ってた場所で釣れなくなってきた。なかなかモバが見つからない。でもモバがなくてもアオリイカはいます。なので今の環境変化に対応する春のエギングの新戦略で考えられるのは地形、そして潮流変化、そしてそのイカが回遊型なのか、もしくはそこの場所に居つく少し時間を止めて足を止めてくれる個体なのか、これらを理解してエギングを組み立てることで釣果はより一層近づきます。一段階難しくなる春のエギングですが、ぜひこれらの要素を踏まえて春のエギング楽しんでみてください。ありがとうございます。